前回までのオラオラジオ、歌教員のり役役平川大輔です。お誕生日おめでとうございました。スタンドラジオをお送りしておりますエメラルドスプラッシュ。オンエアも僕ね見なかったんですよ。この人はね熱いんですよ。離れちゃってる気がするっていう風に思ってただけなんだけれども、丈太郎っていう一言とかを言うのがね、どんな気持ちで言うんだろう。仲間を得た人間の強さ。ジョジョの奇妙な冒険、スターダストクルセイダーズ、オラオラジオ。この番組は荒木博彦先生原作のテレビアニメ「ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズ」のラジオである。パーソナリティは空城城太郎役の小野大輔でお届けする。ストーリー、1987年日本。ジョースター家の血を引く青年空城城太郎は悪霊に取りつかれていた。祖父ジョセフは悪霊、すなわちスタンドが突如発現した原因が100年の眠りから目覚めた吸血鬼ディオとの因縁によるものだと明かす。城太郎はスタンドの悪影響によって倒れた母ホリーを救うため、全ての元凶にして邪悪の化身であるディオを倒すべくエジプトを目指す。数々の敵スタンド使いたちを撃破し、城太郎たちの旅は続く。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りします。 Go West。 平川大輔、射程距離 D、 持続力 D。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダーズのラジオ第25回後半戦に突入です。というわけで時間もないことですから早速いきますよ。今回も引き続き私空城城太郎役の小野大輔と、こんにちは、歌教員のり役役の平川大輔です。我々2人でお届けしていきますてなわけで、はい、先週に引き続きなんですけれども、よろしくお願いします。早く喋りたくてしょうがなかった。そうこの前後編を見た上で、皆さんもそうですよ、ラジオの前の皆さんはもちろん、ディオの世界その2見ていただけましたか？ご覧いただけましたでしょうか？まだ見てないというあなた、今すぐ時を止めてください。お、さすがうまいね。いやでもね、本当見ないままラジオ聞いちゃったらほら、もうね、ネタバレもいいとこですからね。いいですか？大丈夫ですか？まだご覧になってない方はここでね、一旦止めていただいて、画面をガシャーンって割っていただいて何かが出てきますよポラロイド写真みたいなガーッつって出てきて、貴様見ているないいですね。もう止めましたね。止めました。時止めたと思うんで、というわけで皆さんはもうお分かりかと思いますが、歌教員が、ディオに倒されてしまいました。それを踏まえての後編、いろいろ話していこうと思っております。お願いします。いやもちろん歌教員もそうなんですけれども、ジョセフさん、ね、なんかそうですね、B ロールの最後の方でね、ちょっとやられちゃったりとか、ね、飛ばした先にいたっていう、してましたから、そこら辺も気になるところではあるんですけれどもね。まさしく今そのクライマックスって呼ばれるシリーズの中でも、さらにクライマックスがディオの世界その2だったのかもしれないなと今思い返してるんですよ。今この現在ラジオで喋っている今はもう全ての収録が終わってっていう状態で喋ってますけれども、いやーもう本当にね、僕の感想から言うと、僕はもう本当ね、怒りという感情がここまで高まったのって僕の人生の中でも初かもしれないっていうぐらい込み上げましたね、感情の渦が。この
その2をその2を全部見ていて、悲しいとか寂しいっていう気持ちを僕は持つと思ってたんですよ、この歌教員の最後っていうのを、丈太郎は見てないけれども自分として見届けた時に、でも本当前回平川さんがラジオで言ってたその感覚知らないんですよねまだ、知らないことを間接的に知ったっていう、その死というのを感覚的に知ったっていうところ、そして目の前でジョセフがっていうところで、僕の中にすらやっぱ丈太郎とまんま同じ感じになったというか、怒り、悲しい寂しいを通り越して、本当に許さねえって心の底から思ったっていう、そういう瞬間でしたねこの話数は。割とこう小野くんは後ろで座って見ててくれるところが多い回だったから、そうでしたね、余計にそうなのかもしれないね。モノローグのところとかね、もう本当になんて言うんだろう、何も言えねえってこういうことだなって、もちろん収録中だから何も喋っちゃいけないんだけれどもまあね、それはねって思って、この回のことに関してはね、あんまり覚えてないんですよね、申し訳ないんですけど、ただ、もうほんと緊張してて、すごい緊張して感じたな。確かにジョジョのその収録に初めて加わった第2話ぐらいの時からずっとしばらくの間、やっぱりなんかそのジョジョっていうタイトルのプレッシャーみたいなのがあって、ファンの方も多いし、こうあるべきだとか、こうやらなきゃいけないとか、こういうものだとか、そういうなんか自分の中ですごくこう決めちゃった枠を守らなきゃとか、こういうふうにそのファンの方がきっとこういうふうに、ジョジョファンの方がこういうふうに思ってらっしゃるんだろうなっていうふうに見えるお芝居をやらなきゃみたいな、そういう悪い循環の方にちょっと戻ってきちゃったような感じのぐらいの緊張感。その時の感情にでも回想しますからね。歌教員は昔の自分をなんかすごくその自分で自分をギュッともうがんじがらめにしちゃってるような、ただ結果的にはじゃあ本番行きますって言われるとやらなきゃいけないから、どこかで腹はくくるんですけれども、それってどの瞬間で覚えてますか？ここでその覚悟がどこだったかなもうなんか感覚だもんな。多分自分が何か一声発し始めた瞬間なんだと思う。回り始めました、収録始まりました、それまではもうなんか考えてるんだけど、もうあとはもうやるしかないっていうところになった時になのかな。でそっから先のことはあんまりよく覚えてないんですよね。だからでじゃあ A ロールいただきましたって言われたとこまで、ほとんど覚えてない。それって、その僕もすごく感覚が分かる部分がさっきおっしゃってる時に中にあって、ジョジョのこのセリフはこう言わなければならない、例えばその名言って言われるものが多くて、やれやれだぜもしっかり、自分の中にもあって、それが、こういう言い方をしようって思ってる自分が最初の方はいた気がするんですよね。だからこそ例えばその最初の1話目でやれやれだぜって言った時に、もうちょっと長めに、もうちょっとたっぷりお願いしますって言われた時に、どうしようって、でもその言い方って丈太郎っぽいのかなって思った瞬間があったんですね。でもむしろその紡いできたものの中でポンと出てくるものが正解なんだろうなと思うんですよね。自分一人で決めたやつじゃなくて、そう考えると、アフレコが始まって流れ始めたら、もうそこに乗ったやつが多分本当、正解のそのセリフなんだろうなっ
生きてるってことなんだろうなと思うんで、僕だから平川さんが今そのどういう風な方法でやったか、どういうメカニズムでそのセリフを構築したかっていうのを覚えてない、そういうことを多分それは意識的にしたわけじゃないと思うんですよね、もうそこに歌教員としていたからそれが出てきたんだろうなと思うんで、多分こう家で考えたり練習したりしてた時とは違うものだったと思うの、で、まあそれが正しいかどうかは分からないけれども、でもあの時僕という人間ができる歌教員はあれが全部だったんだろうなっていうふうには思ってる。見ていただいた方がどういうふうに思われるか、ジョジョ大好きな方がどういうふうに捉えられるかは分からないけれども、始まりましたってあの空気の中で隣にそれぞれの役者さんがいらっしゃって、後ろにも控えてらっしゃって、収録のスタジオで行きますってなった時に出てきたあれが、僕があの時できる精一杯の歌教員だったんだろうなっていうふうには思ってる。だからじゃあ終わりましたって言われて、ロール収録いただきましたって言われた瞬間に本当に肩からなんかがスーって抜けてったんだよ。めちゃめちゃ軽くなるの。言ってましたねそれ。びっくりした瞬間に、それこそその描写があるじゃないですか、ジョジョって雲のようになっていくっていう、登っていくっていう、あの感覚っていう、もう本当にあんな感覚だったんだと思う。なんか抜けてっちゃったか、だから、なんかさっきもこう始まった時に歌教員典明役平川大輔ですって言うんだけど、今自分の中にあんまり歌教員が残っているイメージが正直ないんだよね。だからですよね、だからそうなっているんですよね、今この時点では。そうだからここから先、歌教員の何かをやってくださいって言われた時に、果たしてできるのかなっていうふうに思ってたりしたこともあったんだけど、でもこの間小野くんと別なところで話してた時に、小野くんがこれから一生背負っていくんだよっていう話をしたんだっていうことを言ってたじゃない。小安さんとねそんな話をちらっと知ってて、これから丈太郎の人って言われるよって、でもその覚悟はもうできてるよねって話をしてて、確かにその通りだなと思って、もうそうなんですよね。なんとかの役をやったっていうこと以上に、もう自分はその人を背負うっていう、人一人背負ってるなっていうふうに、本当に本気で思えたんですね、そこで。だからそれを聞いて、そうだよねって思って、今なんかまた自分の中に歌教員が戻ってくるようにどうしたらいいかなって思って、いろいろ試行錯誤中。でもそれぐらいかけることがっていうか、その本当に魂をかけようじゃないですけど、心を込めて命をこう注ぎ込んだってことですよね、きっとそれが。なんかだから生きてる感じしましたもんあの場でなんかね、なんだろう、自分がっていうよりはやっぱりあれだろうね、こう届けたかったんだろうね。よくこう受け継ぐとかって言うけど、みんなが気持ちをこうアブドゥルさんがいてイギーがいてって、それをみんなそれぞれが順番に背負ってきたじゃないですか、一人一人去っていくときに。でそれで今度は僕が丈太郎、ジョセフさんと丈太郎にそれをつなげる、引き継ぐっていうので、でなんかね、あんまりあそこの時点で伝わってくださいっていう、セリフでこのままでは負けてしまうっていうセリフもありましたけれども、あれを全部やって伝わってくださいって言って、歌教員典明志望っていうその大川さんのセリフを聞いた時には、きっともうこれでディオには勝てるっていうふうに僕は思うんですよね。思っちゃったんですよね。だから終わった後に、あと任せたよって平川さんが僕に言ってくれた時に、これは大きなものを渡されたなというふうに思って、逆にそう平川さんは多分そこでふわっとこう歌教員が天に昇ってって、ある意味でもちょっとすっきりしませんでした？それすごいすっきりした
ものすごいいい顔してたんだ。この最終回というか、平川さん歌教員の最終回ともいえるこの「リオの世界2」が終わった時の平川さんの顔たるやすっきりっていう、もう絵師しかっていうぐらいすっきりしてた泣いた後の本当に。だから逆に言うとその平川さんがそういう顔してくれてたから、僕はね結構ねこれは重いものをもらったぞと思った実は。だからねどんどんそっから次の回とかの収録中のおしゃべりというか、口数が僕少なくなってって。でもねそうなると思う。全部一人での体でそのね全部を背負うっていうのは大変なことだから。でもね渡してもらってよかったですよ本当に。その終わった時の気持ちをもう一回聞きたいんですけど、それは、終わってファって抜けた後どんな感じでした？例えばその寂しい悲しいとかちょっと未練がとか。いつもだとやっぱりこう常に自分のお芝居に満足をしているわけではないし、毎回100点のお芝居ができているとも思ってないから、ふっとした時にあそこのシーンのあのセリフやればよかったとか、こう思ってたけどこういう感情だったのかもしれないとか、そういうことをね考えたりしがちなんだけど、特に考えてる節は僕もよく見かけました。でもあの時はもうなんか間違ってたかもしれないとか、そんなのももう全然飛び越えちゃってる感じ。もう合ってるとか間違ってるとかじゃなくて、もうやりましたってやりきりましたって。あとはもうで僕はもう命のリレーをつなぎましたっていう感じ。僕ね多分だからそこに一番心を打たれたんだと思うんですよね。終わった後の平川さんの顔に、平川さんはなんか僕なんかが言うのもなんですけど割と知ってるつもりでいたのでってこんなにすがすがしい平川さんってなんかこれまであんま見たことなかったかもって終わった後にね、もっとね感傷的になるかと思ってたんですよね。終わっちゃったとかっていうのもうなんかニッコニコして帰った。そうでしたねいやそうだからジョジョってやっぱすごいいろんな僕たちが思ってもみないものが、だから用意したものじゃなかったってことですよねきっと。多分そうだったんだろうね。あの場で一緒に旅したからこそあの場で出たものがそのままあそこに音として声として乗っかってんだなって思いますね。今だから改めて早く見たいんですよ。もうこのラジオの時点では見れてないですから。そう見られてないからね。今だから心配よ。どうなってるんだろうと思って。だってそうですよね、どうやったか覚えてないからどんなことをやっちまったんだろうっていう。矢川さん、大丈夫僕は家で前の日に歌教員戦のモノローグのところを読み返して泣いたんですよ。何回目かのそのジョジョを読んで泣くシリーズですよシリーズの中でもやっぱりこの自分の存在を消してやろうと、もう一度あの時のようにと、この一生で真に気持ちが通い合う人が一体何人いるのだろうかのくだりが、最高に僕シンパシーを感じてるやつで、ここが学生の頃から、言ってたね。僕も思う、そんな人って出会ってるかなってこれまで思ってたね。それは一生に一人か二人出会ったら奇跡ですよっていうね、出会わないまま一生を終える人だってきっといっぱいいるんだと思うよ。そうでその後のね50人ぐらい100人ぐらいはその人気者にはいるだろうと、ロックスターとかだったら何万人とかいるだろうって言うんですけど、でもそれってここで求めているその真に気持ちを通い合う人っていうのには当てはまらないんじゃないかなと思うんですよね。そのちょっと浅い、薄いところになってしまうと思うんで、なんか僕は、僕の一方的な考え方なんですけど、いや
っていうかもう僕は確信を持って言いますけど、やっぱジョジョやってるメンバーってみんなそういう存在にやっぱ最後の最後でとても慣れた感じがするんですよ、だから他の現場であってもこの現場のことを思い出してしまうし、あ、一緒に旅をしてたジジイだってもうね、確かにそう文章さん見たら思っちゃうよね。なんかね、ここに結構実は僕このジョジョを読んでて、ここがいいんだよっていうのが集約されてる気がする、この歌教員のモノローグに、やっぱりこうアニメーションだから、尺が決まっているので、自分の中で本当に気持ちがいいとかやりたいような尺では、セリフを紡ぐことはできないわけじゃない、でもその制約の中で、じゃあどうやって歌教員の気持ちを見ている方に伝えつつ、自分もそれを落とし込んでいくかみたいなことを家ではすごい考えてたんだけど、そんなのもこう現場ではパーンってどっかそうですね、分かる。テンポが思ったよりも速いとか、ここにもう叩き込まないといけないこのセリフをとか、逆にここゆっくりだなとか、それはもう本当アニメの仕事をしてるそのアフレコのね声優としてやってる上では必ずあるんですけれど、なんかそういう技術的なこと云々が全く気にならなくなっている瞬間が、ジョジョって随所にあってありましたね。ここのシーンもよく分かんないのよ、どうやったか覚えてない。本当に覚えてないの。歌教員でした分からんわいやまあでも僕はこの歌教員が自分のスタンド見てそういうことを考えたっていうくだりなんですよ、ここって。ハイエロファントをなんで発言したのかってところを考えると、精神の形、ビジョンがスタンドだと、ハイエロファントイコール歌教員なんだなって思うと、納得いく部分がいろいろあるんですよね。狭いところが好きとか、例えば張り巡らすじゃないですか、食客を、で射程距離がすごく長くてっていうところも、彼はやっぱり友達が欲しかったんだろうなって思うんです、で近くてもいい遠くでもいい、とにかくつながっていたいんだ僕はって子供の時に思ったんじゃないかなって、すごくこうアンテナを張り巡らそうとしたんだろうなっていうふうには思うよね。で自分の体をこうなんだろう、紐状にしてても、誰かとつながれるんだったらどこまでも伸ばしていきたいものがあったのかもしれないし、なんかそこがね彼のなんて言うんだろうな、愛すべき部分な気がして、だからこそこの人のことをここでぐっと好きになったんですよね。歌教員俺はお前と同じ感覚になったことがあるってね、こうジョジョ好きって言ってくださってる方々もの中にもそういう方いっぱいいらっしゃるんじゃないかなってなんか思うから、そうですね、だからこそのプレッシャーではあったんですけれども、もうでもとかね、今こうして話してるこの瞬間がやっぱりもう僕にとってやっぱ歌教員ですもん目の前にいる人が、まあね、パーカー着てるしね、灰色のね。平川大輔、精密動作性 B、 成長性 S。ジョジョの奇妙な冒険スターダストクルセイダースオラオラジオエンディングです。というわけでですね、平川さん、能力説明の方をですね、もう一度紐解いていきましょう。帰ってきた平川大輔は破壊力 A、これ、前、E だったんですよ。飛び級ですよこれ。これだけ飛び級したら初めてですよ。 A になりましたか。なんかね、小野くんがさ、最近平川さんは壊れているって言うじゃん。確かにクレイジー平川になってるありますよね。でなんか言われてたのが、ジョジョをやってて、エジプト編の間に、さらになんかそう言われる率が上がったような気がするのね。そうですね、
はいだから破壊力というよりは、はい壊れてる力、あ壊れてるって、そうか破壊の破壊れてる、自分壊れてる力、破壊しちゃってる力A ああこれ間違いないと思いますよ、はいそしてスピード C そのスピードがね、でもまだなんか安定しないんだよね。とはいえ前回 E だったんで、すごい進歩ですよこれ。そうですよ。そして射程距離が D になっていると、これも前 E でしたから、まだね射程距離射程距離がまだその壊れ加減がこうちゃんとこう届く人と届かない人がいっぱいいるんだな。なるほど、どうしちゃったのかしら平川さんってなる瞬間もありますもんね。そう届いてないっていう届いてないっていう人ね。まあやや成長した。やや成長。そして持続力も D にランクアップ。これ E でしたからねこれも。はい、そうですね。これもなんか壊れちゃった時は壊れたままでいいやって最近ちょっと思えるようになった。なるほど、ちょっと達観が入ってきた。ちょっと達観入ってきた。なるほどなるほど。そして精密動作性が B はまたこれ上がりましたね。これねこの間僕全然その壊れる云々と関係ないんですけど、千切りやったんですよ。千切りキャベツじゃなくてね、なんだったか忘れちゃったんだけど、なんかのね野菜の千切りをやったんですよ。結構できた。久しぶりにやったのに結構できたから、俺まだまだいけんじゃんって思って。だいぶこれ高評価ですね。自己評価が B ですか。わかりました。千切りが上手、そして成長性がなんとためにためての S。まだまだいけますよ。今回のこれが一番わかりましたね。ジョジョの奇妙な冒険っていうこの作品に携わることでですね、他のキャストの皆さんといろんなことを話したりとか、ずっと1年間旅を続けてきたことでですね、何かもう一皮も二皮もまだ向けられるんじゃないかな俺って、ちょっとそんな期待感も込めて、あともっともっとそういう風に変わっていかなきゃいけないなとも思うしっていう覚悟です。これね言っちゃったっていう覚悟です。平川さん、前回来ていただいた時に、オール E だったんですよ。えらい成長しましたねこれ。だって1年経ってるしね。1年経ってこれだけ成長できる人はなかなかいないです。その1年の間にいろんなことあったしね。本当だ。確かにそうだ。僕でも本当平川さんってそういう意味ではものすごくこれ本当やっぱ見てて思うんですけど、いい顔をされているなと思うんですよね。とても、でもこれいい意味で壊れてるし、でも全部言ったのは期待を込めてですよ。なるほど。まだまだそこまでたどり着けてない部分もありますけれどもね。もう次にまたこのラジオに呼ばれることがある頃には10ヶ月後ぐらいですか。どうかな、わかんない。田中康平先生はそう言ってましたけれども、その頃にはもうまたさらにネオ平川大輔に変わっていることをここに約束しましょう。やったー。レロレロレイディオのね2がそうですよ。あるかもしれません。これ楽しみにして皆さん待っててください。そして、そうですね、イベントありますね。またね、もう番組内でもCM でもね、結構何度も宣伝されてますけれども、やっぱりイベントで会おうね。まあそうですね、あそこに向けて、これからさらにね、みんなと絆を深めて、皆さんと一緒にですねこの旅を続けていきたいと思います。旅は終わらないということですね。でもこのラジオはもうそろそろ締めろということで、というわけでまたお会いしましょう。お相手は空城城太郎役の小野大輔と歌教員典明役の平川大輔でした。この番組はスピードワゴン財団の提供でお送りいたしました。